こんにちは、フォークチューブです。今日はですね、弊社のキャブカバー HZT115 シリーズの、説明と裏技一つ二つ、お話ししていこうと思います。B キャブとリンカートが、デフォルトの設定でありまして、このまずベース、こちらは B キャブのベースなんですけども、こちらのベースとこのカバー、こちらの、2ピース構造ですね、こうくっついて、後ろから止めるっていうこういった、2ピースの構造になっているのが特徴です。それでは、それぞれのキャブにごとの、取り付けを、ちょっと解説していこうと思います。はい、じゃあまずですね、B キャブです。B キャブはもう単純にこれベースがここにこの3本のマイナスネジでつく感じですね。そこにシェルがこう乗っかってきて、でこれをあとは裏からこのネジでネジ2本で止めていくようになります。ちょっと一回手締めで、失礼しますが、こういった形ですね。こういう形で B キャブにつきます。それで、同じような形でですね、京浜バタフライ、純正で採用されてた京浜バタフライですね、こちらへもこれが、取り付けることができます。で、これ取り付けられるんですけれども、このエア穴ですね、エア穴の位置が B キャブと、この京浜バタでは違うので京浜バタの場合はこちらに穴加工ですね、しますので、京浜バタフライで使う場合はオプション欄に、その設定がありますので、そのように、指定してください。でもう一点、京浜バタに使う場合の注意点がありまして、ここですね、ここの隙間が全然ないんですね。なので普通のボルトで入れちゃうと、もうちょっとここにチョーク引いた時とに当たっちゃう可能性があるんで、これを薄くしたものを京浜バタ用としては付属させますので、その2点が変わります。追加料金等はありませんので、京浜バタに使う場合は、そのように京浜バタオプションで、発注してください。はい、それで、ちょっと裏技的な話になるんですけども、実はこの HZT シリーズ、CV キャブですとか E キャブ用のベースもあります。で、こういう感じで、CV とか E にもつけられるんですが、少しついた感じが、違う感じがあって、それはなぜかというと、先ほどの B キャブ、こちら今京浜バタについてますけども、B キャブ用のこのベースは、こことここの長さが違って、つけた時にこの円弧の中心が、キャブの中心になるような形になってたんですが、これに対して、CV 用のベースと E 用のベースはこの長さが一緒です。なのでこうつけた時にキャブカバーがキャブに対して少し前にいった形ですね。こうですね、足の長さが一緒なので、このキャブカバーの中心がキャブの中心になるような感じについてきます。これなんでかっていうとですね、ここの隙間ですね、ここ E キャブもCV キャブもボアが大きいので、これをここが前が短い状態でつけちゃうと、もうこの前の隙間が全然なくなっちゃうんですね。そうすると吸気できる、前から吸気できる隙間が極端に減っちゃいまして、
吸気上良くないっていうことで、これは前にオフセットさせるようにしてます。これ CV キャブも同様の理由でこういうことになっています。一応だからこれ裏技っていう形で、どちらにも、つけられます。それと今日はもう一つですね、裏技を、お伝えしようかと思います。こちらがですね、オーセンティックエアカバー、デンさんとのコラボで、もうかなり前から弊社で作らせていただいている品物なんですけども、こちらのオーセンティックエアカバー、E キャブ用です。基本的に E キャブ用で、この E キャブ用のベースがこう中も旋盤で整えられたり、こう全部ポリッシュが入ったりって、結構でこういう輪郭も全部揃えてあったりですね、かなりのこう贅沢仕様のこちらのベースなんですけども、こちらがですね、E キャブにしかつけられないのかってよく質問いただくんですね。で、実はなんですけども、先ほどから話をしているこちらの HZT ですね、このベース、ここからここの長さ、ここからここの長さ 115mm、115シリーズ、HZT115 シリーズのこの 115mm から来てるんですけど、実はこれ一緒なんです。なのでどういうことかというと、 CV キャブにもこれついちゃうんですね。実はこういう、CV キャブにもついちゃいます。先ほど言ったようにちょっとこの足の長さがこっちとこっちが一緒なので、少し前にオフセットした形にはなりますけども、 CV キャブにもついちゃいます。で当然、HZT115 シリーズ、これ B キャブ用なんですけど、 B キャブ用のベースにも実はこれついちゃいます。ですけども B キャブに関してはですね、セッティングちょっと流速が非常に速いキャブでシビアなところがありますんで、セッティングに関してはちょっとお客様責任っていうか、うちらの方では絶対セッティングが出るよって言えるものではないんですが、物理的にはこの HZT115 ベースでついちゃいますっていう裏技があります。はい、今回はですね、この HZT115 シリーズと、このオーセンティックエアカバー AAC ですね、こちらがどういう風に使えるかっていうことの説明をさせていただいたんですけども、今後ですね、ちょっとこう例えば E キャブにつけられるフォークのキャブカバーってどんなものがあるのみたいな感じで、キャブレターごとに何がつけられるかみたいなのの解説も今後していきたいなとちょっと思ってますんで、ご期待ください。こういう商品の説明ですとか、あとこんなことを YouTube でやってほしいとか、なんか説明してほしいとか、そういうのがありましたらですね、どんどんリクエスト、コメントでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。